こんにちは、ブーブーです。今回、工具は使わず、文具だけでベッドサイドのランプを DIY で作ってみました。ご視聴ありがとうございます。今回使う文具はこちら。右端のやつは両面テープです。最初に使うアイテムは、セリアのキッチンペーパーホルダー。カラーは白と黒が販売されていました。ここのパーツは木でできていて、いい感じですが、ブーブーはベッドフレームの色と合わせたいので、家にあったリメイクシートを使って黒くします。こんな感じでリメイクシートを縦15センチ、横5センチくらいにカットして貼っていきます。こんな感じに先に端っこの方を少しだけめくって貼ると貼りやすかったです。ちなみに、今回使用する商品は下の概要欄にもまとめてありますのでご覧ください。リメイクシートを貼り終わったら、次にダイソーで購入した最近話題のこれ、テープライトを貼っていきます。テープに小さな LED ライトがついている便利な商品です。ランプシェードのサイズを、このプラスチックの容器に合わせて作るので、この容器からはみ出さないように、貼る位置を確認してから、下の方から貼っていきます。ブーブーは、USB ケーブルに巻かれていたビニールタイを使って、貼る位置に印を入れました。こんな感じで、くるくると巻きながら上まで貼っていきます。ランプを巻いて貼ったらハサミを入れる印がある箇所をカットします。カットして余った LED テープはもったいないですが、使えないので捨てます。そのままだと LED テープが剥がれてきたので、急遽父が持っていたビニールテープを少しだけもらい、ぐるぐると貼り付けました。ちなみに、下の方もビニールテープを同じように貼り付けました。次はこのセリアのペットシンプルボトル L を使ってランプシェードも作っていきます。ステッカーを剥がして蓋も取ります。今回この透明の部分のみ使用します。シェードの部分はセリアのシルバーのランチョンマットを使います。色違いでゴールドもありました。このランチョンマットは滑り止めの加工が施されているので、ボトルに巻いた時にずれにくくなってます。こんな風に巻いていきます。綺麗に見せたいので、ボトルのサイズを測り、合わせてカットしていきます。測った長さに合わせて、ボールペンで印を入れます。ボールペンで印を入れた箇所に物差しを当ててカッターでカットしていきます。ブーブーはいつも物差しがずれないようにテープで貼り付けて固定してからカットしています。その方がやりやすいですし、綺麗にカットできます。この角の部分の丸まっているところは使わないので、まっすぐにカットします。反対側もカットしていきます。まだちょっと余分な部分が残っているので、ボトルに巻いてからペンで線を引いてカットしていきます。まだちょっと余分な部分があるのでカットします。カットが終わったらボトルに巻きつけて合うか確認します。滑り止めの保護フィルムを剥がしてから巻いていきます。ぴったりにカットできました。
滑り止め加工のおかげでピタッとひっつくので、この切れ目の部分だけに両面テープを貼っていこうと思います。ちょっと動画では見えにくいと思いますが、ボトルのこの部分にまっすぐつなぎ目の加工ラインが入っているので、このラインに合わせてまっすぐ両面テープを貼っていきます。ボトルを立ててから貼ると垂直にきれいに貼れました。つなぎ目のボコッとした部分は、ハサミの持ち手部分でグリグリすると、つなぎ目が分かりづらくなります。シェードの部分はこれで完成です。ランプシェードはこのようにセットしていきます。ボトル底の中央に穴を開けて、100均の小さいネジなどで留めてもいいと思いますが、ブーブーはなぜか文具縛りにこだわってるので、今回は両面テープを折り曲げて厚めにして貼っていきます。巻きつけた LED ライトのケーブルとランプシェードのつなぎ目が目立たないよう、裏側に来るように合わせてセットします。ボトルの底の中央部分に加工された跡があるので、中心を合わせやすいです。これで完成でも良いですが、ブーブーは両面テープを貼った部分をこのブラッククッションゴムを貼って隠しました。ボトルの底感も薄れていい感じになりました。完成しました。思っていた以上に明るいです。1枚のランチョンマットでライト2個分のランプシェードを作ることができました。ちなみにブーブーはダイソーに別売りで売っているスイッチを取り付けました。電源はモバイルバッテリーを使用しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。